ニコン Z5-2 キットレンズ対決 24-105mm vs 24-50mm。 はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。これまでに様々な単焦点レンズを Z5-2 につけてテストしてきました。ニッコール Z35mmF1.8S とニッコール Z28mmF2.8、ニッコール Z50mmF1.8S とニッコール Z40mmF2。そこで今回はフルサイズミラーレス機 Z5-2 のキットズームレンズを比較します。今月の1月に発売されたばかりのニッコール Z24-105mmF4.7.1 と振動式でコンパクトスナップ用として評価の高いニッコール Z24-50mmF4.6.3 です。それでは Let's get started! 長チャンネル。1、大きさと重さ。ニッコール Z24-50mmF4.6.3 は収納時の全長がマウント面から 51mm です。撮影するためには振動しているレンズを繰り出す必要があります。24mm の時に全長が最も長くなり 76mm です。それでも 24-105mm と比べると圧倒的に短いです。35mm の時に全長が最も短くなり 71mm です。24-105は 35mm の時に少し伸びます。24-50mm は 50mm で再び 74mm まで伸びます。24-105mm は伸び続けて50mm の時にこんな感じです。24-105mm は 105mm まで伸び続けて最終的にこれだけ伸びます。もはや 200mm クラスの望遠レンズという伸び方です。重さは 24-50mm が 195g、24-105mm が 350g です。24-50mm の最大のセールスポイントは軽量でコンパクトな点です。2、解像感。左が 24-50mm の絞り開放の F6.3、右が 24-105mm の絞り開放の F5 です。中心部はよく改造しています。周辺部はどちらのレンズもほぼ同じように少しだけ緩いです。少し絞って F8 にしました。中心部はよく改造しています。周辺部は絞ってもどちらのレンズも改造感はあまり変わりません。改造感はほぼ同等という感じです。3、AF スピードとフォーカスブリージング。手前のカップと奥のカップに交互にピント合わせを行いました。24-50mm です。AF スピードは十分な速さです。フォーカスブリージングはほんの少し残っています。24-105mm です。AF スピードは十分な速さです。フォーカスブリージングはほんの少し残っています。2本のレンズに大きな違いはなく、ほぼ同じ性能です。
長チャンネル。4. マクロレンズ的な撮影。ここからは実際の撮影現場で使用した結果を比較してみます。フラワーアレンジメントに近寄って撮影しました。左が 24-50mm、焦点距離 50mm、シャッタースピード60分の1秒、F6.3、ISO720。右が 24-105mm、焦点距離 38mm、シャッタースピード60分の1秒、F4.5、ISO360。24-50mm は最短撮影距離が35センチで、焦点距離 50mm の時、最大撮影倍率が 0.17 倍です。その条件で撮影したのが左の写真です。24-105mm は最短撮影距離が20から28センチで、焦点距離 70mm 以上で最大撮影倍率が 0.5 倍です。24-105mm はハーフマクロの性能があるので、もっと大きく撮れます。今回は 24-50mm とほぼ同じ構図になるように余裕のある条件で撮影しています。中心部は2本ともよく改造しています。24-105mm の方が手前も奥もなだらかにきれいに大きくボケています。マクロ的な撮影においては 24-105mm の圧勝です。5. 明暗差のある撮影。暗い部屋でベッドボードの装飾を撮影しました。1枚の構図の中に明暗差の大きい部分があるので、そこの解像感を見てみます。左が 24-50mm、焦点距離 41mm、シャッタースピード60分の1秒、F5.6、ISO800。右が 24-105mm、焦点距離 41mm、シャッタースピード60分の1秒、F4.8、ISO560。明るい部分の解像感はともに良好です。暗い部分の解像感はほぼ同じです。24-50mm は開放絞りが暗く ISO が少し高い分ノイズが出ています。条件が厳しい場合は 24-105mm の方が画質が良いようです。24-50mm の方が優位なのはコンパクトであることです。レンズを伸ばして撮影できる状態でも十分小さいです。小型なカメラボディの Z5-2 にベストマッチです。24-105mm はレンズ単体で持ってみると非常に軽いのに驚きます。しかしカメラにつけると 24mm の状態でもかなり長いです。重さもカメラとセットだと軽いという感じはしません。
24-50mm の最大の欠点はこれです。電源を入れてもすぐに取れません。ズームリングを回してレンズを繰り出さなければなりません。毎回この表示を見るのはややストレスです。24-105mm の最大の欠点は長さでしょう。105mm なのに望遠レンズ並みの長さは気になります。しかし、ズームとマイクロレンズの2本持ち歩いていると考えるとメリットは大きいです。レンズの長ささえ許容できれば、105mm までの焦点距離と便利なマクロ機能がある24-105mm はかなり魅力的です。性格の異なる2本のレンズのどちらを選ぶかは何を重視するかだと思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。